はようございます。たかしです。本日は6月20日木曜日、ただいま9時30分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。7月からノートメンバーシップなどの値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。サブスクにご興味があれば、7月までに無料期間をお試しください。URL は概要欄にあります。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。昨日の冷やしは陽線だったんですが、昨日はアメリカ市場が急上というところで、若干円安方向には動いたけれども、大きな目立った動きはなかったっていうのが昨日の動きでした。その中でポンド円は一応直近の高値、一昨日の高値を更新してきたっていうのが現状ですね。直近ではかなり高値圏にありますので、いつ下落してもおかしくない。インジケーターを見ているとちょっと弱いので、いつ大きめの下落をしてもおかしくないとは思うんですが、その中でじりじりと上昇しているっていうのが現状ですね。基本的には GMMA の青帯、上向きで、このトレンドラインを抜けるまでは上昇トレンドが継続すると考えておきたいので、押しをつけてもこの水平線付近、198円付近まで押しをつけてくる可能性はあるんですが、基本的には上昇している。その中で今は浅めの押しから上昇しているっていう分かりにくい動きをしているのが現状ですね。そして昨日は一応その一昨日の高値は更新はしてきたんですが、この黄色の矢印をつけたところ、これがここの高値まだ抜けられていないんですね。先週の金曜日のこの高値、陰線ですね。この陰線の高値を上抜けてくるとさらに上昇していきやすくなるんですが、現状はこの先週の金曜日の高値を上抜けられるかどうかっていうところに注目です。では4時間足です。4時間足はこの黄色のボックスをずっとイメージしておりまして、その中で動いていたんですね。直近もこのボックスの上限が意識されているのがわかります。で、ここですね、先週の木曜日と金曜日、このボックスを上抜けたんですが、すぐに全戻しっていう動きがありましたね。そして昨日も上抜けてきたんで、ここから本日全戻しになればまた再びこのボックスの中での動きと考えるんですが、もし本日が昨日の上昇を戻しきれないのであれば、そこからの再上昇で直近高値、これが先ほど言っていた高値ですが、201.6 付近を目指して上昇していく可能性が出てきます。基本的には今 GMMA の青帯上向きなんですね。ですので下がったところから買っていく押し目買いをイメージしておきたいんですが、まずは GMMA の青帯付近まで押しをつける。そう考えると黄色のボックス上限付近に押しをつけて、そこからの上昇。こんな感じですよね。こういう動き方をイメージしておくといいと思います。そして先ほど言ったように、もし昨日のこの上昇が全戻しになるような、この過去のこういう動きを本日してくるのであれば、再びボックスの中で動くと考えたいので、その場合はボックスの下限199円付近までの下落はイメージしておくといいと思います。なので本日はこの緑の矢印の動き方をイメージするのであれば、まずはこの今までずっと抵抗になってきた黄色のボックスの上限付近にアラートを仕掛けておいて、そこにタッチすれば、そこから次下げ止まればそこからの押し目買いを考えるっていう、そういうやり方になってきますので、まずはこの黄色のボックスの上限にアラートを仕掛けておく。トレーディングビューでアラートを仕掛けておくと通知が来ますので、その通知が来ればエントリーを検討するっていう、そんな考え方でいいと思います。トレーディングビューは無料で使えますので、概要欄に URL を貼っておきますので、またご利用でない方はぜひ無料登録してみてください。では1時間足です。1時間足は比較的分かりやすい動きはしているんですね。この黄色丸のところを見ていただきたいんですが、GMMA の青帯からの上昇、ここもそうですね。昨日もそうです。なのでこの GMMA の青帯に接触してくると、そこからの上昇っていうのがイメージできます。過去の動きを見ているとそういう動きが想定できますので、昨日は上昇してちょっと今上値が重い感じになってきてますので、まずは GMMA の青帯ぐらいまで下落してくるのを待つ。今ですともうちょっと下落余地がありますよね。この黄色のゾーンぐらいまで下落してくるのを待って、そこからの反発上昇をイメージしておく。もしくは今ここでレンジみたいなのを作っておりますので、これを抜けた方についていくですね。こんな感じですね。今緑のボックスを作ってみたので、このボックスの中で動いている間はこのボックスの上限下限からの反発を利用する。そして上抜ければ次は赤い水平線 201.6 ぐらいまでの上昇の流れに乗っていく。ただ下抜けた場合は基本的には上昇トレンド中ですので、下抜けたからといってすぐに打っていくのは良くないと思いますので、例えばこの先ほど言ったように黄色のボックスがありますが、この黄色のボックスの中に完全に入ってきて、次の上昇が黄色のボックスの上限で上値を抑えられるのであれば、そこからの下落の流れ、こんな感じですね。黄色のボックスの中に入ってきて、そして次の上昇が黄色のボックスで上値を抑えられて下落するという、こういう動き方
をしてきた時はその流れに乗っていってもいいと思いますが、基本的には4時間も日足も上昇トレンド中ですので、あまり安易に売っていかない方がいいとは思います。では次はドル円を見ていきましょう。こちらも日足からなんですが、昨日は小さいながらも陽線ですね。ここのところじり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 と上昇してきて、すごくわかりにくい動き方をしているのがわかりますね。上値はすごく重いんです。158円少し上ぐらいのところに抵抗体があって、そこがすごく重くなってきております。昨日も158円付近まで上昇してきて、現在も158円で維持できるかどうかっていうところで、今は攻防戦が行われているところです。日足ストキャスティクスは高値圏ですね。ですので、ここからダラダラと下落していく可能性がありますので、その場合はこの白いトレンドライン付近ですね。ここまで下がってくると、だいたいこのあたり、156.7 付近を目指して下落してくる可能性も考えておきたいですね。では、4時間足です。4時間足これ見てもわかりますが、ここのところすごくわかりにくい動きをしてますよね。若干乱高下はしているものの、このあたり直近のこの高値の 158.3 付近が抵抗になっておりまして、その中で今じりじりと安値を切り上げてきている状態ですので、ここを上抜けるのか、それともこのオレンジの水平線、これ過去の高値、ここですね、このあたりになるんですが、ここを上抜けられずにここから下落するのかっていうところを見ておきたいです。今のこのじりじりとした上昇、こういう上昇結構気をつけないといけないので、もしかするとこのまま上昇していく可能性もあるんですが、こういう動き方をしているときはズドンと下落するときもありますので、そこはご注意ください。インジケーターは方向感なく動いてますね。GMMA の青帯が上向きですので、基本は上昇トレンドなんですが、押しをつけない上昇には乗っていかない方がいいと思います。では、1時間足です。こちらもポンド円と同様ですね。GMMA の青帯に接触しての上昇っていうのを過去から繰り返しておりますので、本日もそういう動きをするのであれば、その流れに乗っていけばいいと思います。ただ、昨日、一昨日のこの動き、すごくわかりにくいんですね。なので、今 GMMA 付近から反発しようとはしてますが、できればこういう動きですね。一旦上昇して GMMA の青帯に押しをつけて、そこから上昇していくという、こういうところからエントリーできるといいと思います。この場合、GMMA の青帯がこんな感じで上昇していきますので、そうすると一旦上昇して GMMA の青帯に押しをつけてそこから上昇するっていう、ここですね。このポイントで乗っていくっていう、そんな考え方です。現在は高値圏にあるんですが、結構上値も重くなっておりますので、先ほど4時間足で言ったように、じりじりと上昇してきてますので、ズドンと下落する可能性もありますので、そこは注意しながら、基本は上昇トレンドなので、そこの流れに乗っていく。ただ過去何度も反発しているこのポイントですね。158.3 付近っていうのは、1度、2度下落しているところですので、今回もその辺付近まで上がってくれば、再び高値が意識されて下落していく。トリプルトップでの下落っていうことも考えられますので、158.3 付近から売りを考えるのもありだと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。こちらは7月から値上げをしますので、ご興味があれば6月中にご登録をお願いします。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。